飾りというか模様の部分、ここを刺していこうと思うんですけど、ここどうやって刺したらいいんだろういつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所サリーです。今回はこちらのホビーラホビーレさんの刺し子クロスクリスマスツリーの図案の刺し子をしていきたいと思います。すごい季節ものはい。で、これまでにもホビーラホビーレさんの刺し子とかセリアさんの刺し子をいろいろしていますので、再生リストを作ってあります。概要欄に貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてチャンネル登録といいね評価もいつもありがとうございます。それでは早速作っていこうと思います。完成はね、このホビーラホビーレさんの見本の通りにこれと同じ色を使って刺し子をしていこうと思っています。では早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。よし、じゃあ早速仕立てていこうと思ったんですけど、なんかね、これいつもより、柄のところが長いなと思ってたんですけど、その分布も長いかと思いきやそんなこともなく、これ見えるかな、上下切って終わりっぽいなので上下切っちゃうとちょっとなんかほつれてくるのが嫌なので、サリーはねこれを使っていきたいと思います。ちょっと値段がまだついてるけど、これを買いに行った時に店員さんにこういう両面テープ、アイロンでくっつく両面テープがありますよっていう風に教えていただいて、試してみるにはちょうどいいかも。これでね仕立てをすると、針と糸を全く使わずアイロンだけでできるし、アイロンで乾かす前は何回も貼り直しができるのでおすすめですよって教えてもらったんです。なのでちょっとテストとして使うにはすごくちょうどいいと思うので、これを使っていこうと思います。じゃあここのハサミのところで折り曲げて、で貼っていこうかな。じゃあまず癖つけようか。なんとなく癖が今つけられたので、どうしよう、どっち側がいいかな。こっちの内側にしようかな。内側に両面テープをおっとっとこうまっすぐになるように、真ん中だとどっちにも合わせられないからちょっと難しいかな。ここのハサミの線わかるかな。このハサミの線に合わせてちょっと裏から貼っていこうと思います。はい。じゃあ線に沿って両面テープの片方が貼れたら、普通に剥がしてで折る。こんな感じかな。なんか結構テープが入ってるので、なんかちょっと芯があるような感じになってます。じゃあこれをアイロンかけていきます。はい、アイロンかけたらもう取れなくなるよって。あ、本当だ。端っこでやったら見えない。これね、ここの部分にテープが入ってるんですけど、テープが入ってるところからもう全然剥がれないですね。わ、すごい。これ今度から仕立てもこれでやっちゃおうかなすごいこれ楽。全然案件とかじゃ何もないんですけど、すごいね。このホビーラさんの貼るだけ税込み693円。すごいね、楽でいいと思います。で、刺し子付近、ホビーラさんのやつ作る時は、これサリーが買ったやつが 7mm のサイズなんですけど、なんかサイズが3つ4つあって、7mm のやつが一番刺し子だったら使いやすいですよっていう風に教えていただきました。じゃあ下半分も同じようにやって刺し子をしていきたいと思います。はい、じゃあ上も
下も両面テープが貼れたので、じゃあ刺し子をしていこうかなと思います。今回使う糸なんですけど、この通りに基本刺したいと思ってて、それだと使う糸がこれ、まず103番の赤と107番の緑、113番の濃いブルー、それと黄色を使っていくんですけど、黄色がね、見本の指示だとこっちのからし色なんですけど、サリーこっちの115番の黄色も持ってて、ちょっと様子を見ながら最後にこれどっちにするか決めようと思います。はい、じゃあまずクリスマスツリーなので、この緑から刺していこうと思います。下の部分から刺していこうかと思います。まずは一番外側のこのツリーのこういう形があるので、それを一周ぐるっと刺していこうかと思います。じゃあまずはこのこう一番下の山みたいになっているところから始めたいので、その3目先から針を出してきて、後ろは少し残します。後ろの糸少し残した状態で3目分刺して、で最後のこの始めたいところはこの線の気持ち手前で落とします。そしたら次こっちに帰っていくので、この線のところから出して、で今刺した3目分かぶせながら、じゃあ今最初に刺した3目分かぶせたので、あとはこの点線の部分に沿ってひたすら並縫いをしていきます。で、今回のこのクリスマスツリーの付近なんですけど、いつもみたいに付近の形に仕立ててないというか、今回ね二重じゃなくて一重なので結構刺しやすいと思います。柔らかいので力入れずにどんどん刺していけるし、とっても楽にスイスイ進んでいけます。はい、じゃあまずここの点線に合わせてこんな感じで刺したので、他のところもどんどん刺していきたいと思います。じゃあ最後のところまで来たので、一番最初と反対というか、もう同じっちゃ同じなんですけど、ここ一番最後まで刺した後、またこう3目分かぶせていきます。よいしょ、すぐ隣から出してあげて、同じところに入れる、同じところから出して同じところに入れる。で、付近の形にしてる時はこれ布と布の間を通って少し先のところから出すんですけど、今回1枚しかないのでそのまま少し残して切ってあげれば大丈夫です。そしたらこんな感じで、このもみの木の葉っぱというか、このギザギザしてるところがまず刺せました。そしたらね、まだ緑が結構あるので、もみの木のこういう少しだけあるところとか、あとこのろうそくの部分も緑なので、そこを刺していきたいと思います。それぞれつなげてもいいとは思うんですけど、結構離れてたりするので、サリーは一回一回ちゃんとここで始めてここで終わる、一回一回糸を切って対応したいかなと思います。本当はね、ここら辺やった時とか
そのままこう刺してからこういってもよかったかなと思ったんですけど、なんかそれもこう戻る時にこう戻らなきゃいけなかったりとか、ちょっと大変かなと思ってあえてやらずに取っておきました。なのでまずは見本にある緑のところをひたすら刺していこうと思います。ここからいこうかな。ここはここのなんか少しあるところとこのろうそくが近いので、ここに関してはつなげて刺そうと思います。じゃあまた端っこから3目先のところから出して、後ろは、これくらいあれば十分かな。少し糸を残しておいて、3目進みたい進行方向と逆向きに針を進めてあげて、で刺したいところまで来たら、この線の気持ち手前で針を落として、すぐ隣からまた針を出す。そしたら今刺したところと同じところをかぶせるように刺してあげる。はい、こんな感じで刺したいところまで戻ってきたら、あとはひたすら波縫いをしていきます。どうしようかな。ここまでもみの木なんですけど、こう行ってからこう行くよりかは、ここから行った方が近いので、ここから次ろうそく行って、ここからろうそくのところに飛んであげて、でろうそくぐるーっと刺したらこっちに行ってもみの木仕上げて、ここかぶせ縫いして終わりにしようかと思います。一回通り過ぎたんですけど、ここも緑だった。どうしよう。ここまで刺して上行って、このろうそくの紐刺してで戻っていこうかな。どうしようかな。この斜めのところも緑で刺したいんだけど、どうしたらいいかな。ここを刺してこう斜めに行って、こんな感じね。でここの斜めの上のところ来たら次の斜めに移って、こんな感じね。そしたら次ここ刺したら、この上の部分刺してないので、一旦上に戻って、で縦刺して、縦3目刺しちゃおうかな。3目刺して、でまたこっちの斜めに移動して、でここまで刺せたら次の斜め、上に戻る。斜めが終わったら上に戻って縦を刺して、どうしよう。もみの木ここだからちょっとイレギュラーになっちゃうけど、この遠い方の斜めの線の方に移動しようかな。こうして斜めを最後に刺す。はい、そしたらまだ火のところはまだですけど、こんな感じでキャンドルが刺せます。そしたらこの残ってるところに次は出してあげて、3目刺したらまたかぶせて刺す。でかぶし縫いができたらちょっと残して切る。はい、こんな感じです。いいね。じゃあこんな感じでまずはひたすら緑のところを刺し進めていきたいと思います。はい、じゃああらかた緑のところが刺し終わったんですけど、あとね、ここ
だけ残ってます。ここのオーナメントの飾りというか模様の部分、このアスタリスクみたいなやつが緑なので、ここを刺していこうと思うんですけど、ここどうやって刺したらいいんだろうまずこの横まっすぐの線を刺して、そこからこういこうかな。こうジグザグに進んでってこうか。で最後にそれぞれこういった感じで縦を刺していくのがいいのかな。それともこう刺してで縦いってこうそっちの方がいいかもっていう感じで、じゃあまず横刺していこうと思います。ここ後ろ少し残してあげて3目分、そしたらすぐ隣から出してあげて、でかぶせ縫い、いい感じだね。あとは進みたい方向に波縫いをしていく、こんな感じかな。ここまで来たら次縦に行きたいので、こっちから針を出してで縦を刺していく。で1つ目の縦が刺せたら、次は2つ目に針をこう渡らせて、でこっちも刺す。最後も今と同じように渡って、こんな感じだね。そしたら次はここのジグザグに斜めに刺していきたいので、一番近いこの斜めのところに針を渡してあげて、であとはジグザグするように刺していきます。でここさ、十字のところはかぶってるんだけど、斜めはちょっとかぶせたくないので、あんまりかぶらないように避けながら刺す。こんな感じ。この十字はクロスしてる図案なのでしょうがないんですけど、この斜めはちょっと外すように刺してあげます。で上まで来たら次隣の斜めに真ん中かぶらないように、ちょっとギリギリすぎたかな。かぶらないように避けながら刺す。こんな感じ。最後も真ん中かぶらないように避けて、はい。でここまで来たらここに針を入れて、この下から出す。下から出す。であとの残りも同じような感じで真ん中を避けながらジグザグと刺していきます。はい、じゃあここまで刺せたらもう緑は終わりなので、またかぶせ縫いをしてあげて、で少し糸を余らせた状態で切る。よし、はい、いい感じにできてきてる気がします。そしたら次はどうしよう。ここら辺にある雪の結晶みたいなやつがことか、これ全部この濃いブルーなので、番号がね113番の糸なので、次はこれを刺そうかなと思います。はい、こんな感じであらかた雪の結晶刺せたんですけど、ここにここの付近にある雪の結晶3種類が集まってたので、ここでちょっと刺し方だけ説明したいと思います。基本になるのはこのシンプルなやつ、お花みたいなやつですね。
なのでこれを先に解説していきます。まずはサリーはこの下から上にまず刺していきたいと思うので、この上から2つ目、この下から数えると123目目から出してきて、で後ろ少し残したら、通常通りかぶせ縫いをまずしていきます。はい、じゃあ3目かぶせて、でこの4目目も刺したら、次はどっちでもいいんですけど、この斜めの線隣から針を出してこう斜めに刺していきます。そしたらまた最後まで来たので、ここまで来たらまた隣に移ってまだ空いてるところを刺してあげて、で最後まで来たらまた3目分かぶせて終わりになります。はい、じゃあ3目分かぶせたら少し残して切る。これで基本の結晶完成です。そしたらどっちもやることはほとんど同じなんですけど、じゃあ次はこっち刺していきましょうか。まずは今と同じようにこの形をこっちでも作っていきます。はい、じゃあこんな感じで基本のこの形ができました。糸というか針がいるので、ここかここ一番近いところから、サリーはそしたらここから針を出してきて、このお星様みたいな形を刺していきます。こっち回りがいいかな。でこの時に皆さんやられると思いますけど、布をくるくる回しながら自分の刺しやすい角度で刺していってもらえると綺麗になるんじゃないかと思います。はい、じゃあ最後まで来たらまた3目かぶせて終わりにします。サリーは一つずつ結構終わりにさせてるんですけど、これやる順番とかを変えてもらえれば、ここら辺からこっちに渡ってきてもいいのかなと思うので、あんまり何回も終わりにしたり始めたりっていうかぶせ縫いがしたくないよっていう方は、ちょっとそこの糸のつながりを考えながらつなげていただくといいのかなと思います。サリーはね、ちょっとあんまり糸が通ってるここら辺とかであんまり見えたくないかなと思ったので、とりあえず終わりに毎回してます。近いところはねつなげちゃってるところも何箇所かだけあるんですけど、基本は毎回終わりにするようにしています。じゃあこれも結構似たような感じなんですけど、まずここさっきの基本のところを刺して、その後、近いところからこのちょこっと出てる Y の字みたいになってるやつをこうジグザグと刺していく形になります。ではまずは基本のこの形を作っていきます。はい、じゃあここまで来たらまた一番近いところから針を出して、そしたらどうしよう、こういう風に回っていこうと思います。はい、こんな感じです。じゃあこれもあとかぶせ縫いして切ってあげれば完成です。はい、じゃあこんな感じで赤まで全部刺し終わってます。で黄色なんだけどどうしようかな。なんかこっちの明るい黄色も結構キラキラした感じ、明るい感じになっていいかなと思うし、他のね赤と緑が結構落ち着いた色合いなので、こっちのねからし色も統一感出ていいかなと
思ってて、なんかね実際刺すまではこっちの明るい黄色の方がいいのかなって思ってたんですけど、なんかね実際刺してみるとこっちのからしありだなぁと思うようになってきたので、やっぱり見本がこっちのからし色なのでからしで刺そうかなと思います。じゃあちょっとね2点3点しちゃってるんだけど、もうからしに決めよう。なんかからしだとちょっと落ち着いてるかなと思ったんだけど、なんかいい感じに馴染みつつ存在感もあってからしで良かったかもやっぱりあれだね、見本の色にしておけば間違いないね。じゃあこのままチクチクと刺し進めていこうと思います。こんな感じで、よいしょ、全部刺せましたすごいね、クリスマスっぽい感じになりました。で、迷ってた黄色のところ、最終的にはこっちのからし色で刺したんですけど、なんかねからし色渋めのくすんだ色なので、どうだろう、あんまり華やかにならないかなってちょっと最初は思ってたんですけど、実際ね刺してみるといい感じに馴染むし、ちゃんと目立ってくれてて可愛く仕上がっています。で、今これ水通しが終わって、この後ろも全部処理が終わってる状態なんですけど、その水通しをした時にこのね上は大丈夫だったんですけど、下のこの折りたたんでアイロンした部分、このホビーラホビーレさんの貼るだけっていう両面テープを使ってやってたんですけど、下だけ取れちゃってたので、ちょっとね今アイロンをし直した感じです。なのでこれ結構ね、ここもちょっと弱いかな。最初のところでしっかりねアイロンをかけてあげないと水通しした時に取れてしまうので、そこだけね注意かなと思います。もう本当にきっちりアイロンをかけてあげる方がいいんだと思います。公開クリスマス間に合うかな一応ね完成はクリスマスに間に合ったんですけど、動画もちょっと頑張ってクリスマスまでに公開できるようにしたいなと思っています。刺し子なんでそんなに難易度は高くないんですけど、こうやってね見るとやっぱり可愛いなと思います。ただこれね、やっぱり最初もう少しお話しした通り布巾の形になっていないので、タペストリーとして飾りたいなと思っています。どこに貼ろうかな。ちょっと飾り付けの場所は考えないといけないかなと思いますけど、ある程度大きさはあるので、なんか横幅だけでも多分30センチ以上あるし、縦は多分もっと長いので、これで真四角にならないもんね。80センチぐらいあるのかなと思うので、サリーはドアか冷蔵庫か、意外となんか壁どこに貼ろうっていうのが思いつかないかも。クローゼットの扉とかでもいいかも。そこら辺に飾りたいなと思っています。皆さんもクリスマスの支度は進んでますかもしねよかったらね、こういうクリスマスの準備してますみたいなのがあったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。はい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの刺し子の動画は概要欄に貼ってありますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の刺し子の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。ネイルもクリスマス仕様です。バイバーイ。
バイ。